皆さんはビートルズ好きですか？自分は結構好きではあるんですけど、以前動画にもしたように青版、つまり後期のベスト版から入ったんですね。それで今でも後期は好きでよく聞くんですけども、初期のアルバムはあまり聞いてこなかったんです。なので今回は自分が初期ビートルズをちゃんと聞いていこう、再入門しようという動画です。今更と思われる方もいらっしゃるでしょうが、よろしかったらお付き合いください。ビートルズ登場の時代背景から紐解いてみますと、1950年代中頃からアメリカでロックンロールが流行すると、それが世界中に広がります。この時の象徴的なスーパースターがエルビス・プレスリーですね。しかし1958年にプレスリーが陸軍に徴兵されたことを皮切りに、1960年頃にかけて多くのロックスターが事故で亡くなったり、活動休止が相次ぎ、ロックンロールは勢いを失っていきます。一方この時代、イギリスではスキッフルというジャンルの音楽が大流行します。スキッフルはアコースティックギターのほか、ウォッシュボードやティーチェストベースといった簡易な楽器で演奏されるもので、ルーツはアメリカ南部で即興的にジャズ・ブルースを演奏していたジャグバンドにあるようですが、50年代後半イギリスの若者の間で自分たちでも簡単に演奏できる音楽として流行し、イギリス中で何万というアマチュアバンドが生まれたそうです。そのブームの中、1957年にジョン・レノンが結成したバンドがクオーリーメンで、このバンドにポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスンが加入してきます。しかしスキッフルのブームは1958年には沈静化していき、バンドはエレクトリックな楽器を導入するなどしてロックンロール化していきます。その後メンバーチェンジやバンド名の変更などあり、1961年にポール・マッカートニーがギターからベースに持ち替え、4人組のザ・ビートルズになります。この時のメンバーはジョン・レノンボーカルギター、ポール・マッカートニーボーカルベース、ジョージ・ハリスンリードギターボーカル、ピート・ベストドラムボーカル。1962年1月にデッカレコードのオーディションを受けますが不合格。62年6月に EMI ジョージ・マーティンによるオーディションが行われ合格。デビューが決まりますが、ピート・ベストが脱退。直後にリンゴ・スターが加入します。1962年10月にシングル Love Me Do でデビュー。1963年1月に2枚目のシングル Please Please Me をリリース。これがイギリスのチャートで1位となり人気が爆発します。それを受けて1963年4月にファーストアルバム Please Please Me がリリース。8曲がレノン・マッカートニーによるオリジナル曲で、6曲がカバー曲。今の感覚だとカバーが多いように思いますが、当時のロック・ポップスのアルバム、しかもデビュー作としては非常にオリジナル曲の割合が多いアルバムだったそうです。レコーディングのデータを見てみると、1963年2月11日にシングルとして記述の4曲以外10曲が13時間ほどで録音されたそうで、2トラックのレコーダーによる一発撮りだということです。とてもタイトなスケジュールであったことと、現在と違いオーバーダビングや録音後のミックス編集がほとんどできない環境であることに驚かされます。それにもかかわらず過不足のないまとまりのある演奏になっているのは、毎日のようにライブのステージに立っていたからなのでしょうね。実際レギュラーで出演していたリバプールのキャバーンクラブでライブレコーディングをする話も出ていたそうですが、機材の搬入や音響の面で難しいと判断され、 EMI のスタジオ、いわゆるアビーロードスタジオですね、そこでのレコーディングとなりました。1曲目 I saw her standing there は出だしの 1,2,3,4 の掛け声から印象的なロックンロールです。これがかっこよくて一気に心をつかまれますね。ポール・マッカートニーがリードボーカルなのですが、ベースが結構動くので歌いながら弾くのが大変なやつだなと思います。タイトル曲 Please Please Me や There's a Place は初期の彼ら独特の響きを持ったロックンロールになっています。また Ask Me Why や PS I Love You のようなメロディアスなオリジナル曲にも新鮮な響きを感じますね。R&B などの黒人音楽から強い影響を受けているはずですけど、それだけではない独自性がこのファーストアルバムの時点であるように思います。
カバー曲で印象的なのはA Taste of Honey。これはロックや R&B ではないポップスのスタンダードで、ポール・マッカートニーがこういった曲を好んでいたそうです。多分当時としても渋い選曲で、正直言っておっさん臭い曲だったんじゃないでしょうか。しかし改めて聞くと結構いいなと思ったりして、自分もおっさんになったなとしみじみ思いますね。もう一曲カバー曲で印象的なのはなんといっても最後のツイスト&シャウト。これはレコーディングの最後の方で録音したため、ジョン・レノンの声が枯れてしまっていて、無理やりがなっているような歌になってます。しかしそれが逆にとてもワイルドに聞こえて、すごくインパクトがあるんですよね。このアルバムは1963年3月にリリースされ、イギリスのチャートで30週1位を記録するという大ヒットになります。30週っていうと半年以上ですから凄まじいですよね。どれだけすごいブームが起きたのかが伺えます。1963年4月に From Me to You、 8月に She Loves You と、イギリスでは出したシングルは超大ヒットし、11月には早くもセカンドアルバム With the Beatles がリリースされます。オリジナルが8曲、カバーが6曲というのはファーストと変わりませんが、今作ではジョージ・ハリスの曲が初めて収録されました。レコーディングは7月から10月の間に行われましたが、テレビ、ラジオ、ライブと非常に多忙だったため、実際には断続的に7日間で録音しています。このセカンドはファーストアルバムに比べ、ロックンロール、R&B の色が強く出ているように感じます。1曲目、イントロなしで始まる It Won't Be Long はインパクトありますね。そして All My Loving はこのアルバムの中で特に印象的な曲です。キャッチーなメロディーと3連符のバッキングギター、ウォーキングベースの組み合わせが気持ちいいですね。Don't Bother Me は初めて録音されたジョージ・ハリスンの曲で、本人的にも一般的にも評価は低い曲みたいですね。でも個人的にはめっちゃ良い曲とは言わないまでも結構好きな曲です。どことなく内省的な雰囲気が自分の好みなのかもしれません。I Wanna Be Your Man はレノン・マッカートニーがローリング・ストーンズに提供した曲のセルフカバーだそうです。ビートルズ版ではリンゴ・スターがリードボーカルを取っています。ストーンズ版と聴き比べてみたら、なるほど、ストーンズの方がかっこいいかもと思いました。カバー曲 Till There Was You はアコースティックでポップな曲。ポール・マッカートニーの歌のうまさが際立ってますね。Please Mr. Postman、 ロール・オーバー・ベートーベン、マネーはロックンロール、R&B のスタンダードのカバー。ラストに収録されたマネーはツイスト&シャウトに続き、ジョン・レノンのアグレッシブなボーカルが聴けます。この With the Beatles がリリースされ、チャートで1位を取るのですが、その前の週まで1位だったのがファーストアルバムの Please Please Me だったというのもすごい話です。このアルバムと同じ1963年11月にシングル I Want to Hold Your Hand をリリース。それまでアメリカでは弱小のレーベルからリリースしていたためヒットしていなかったのですが、この曲から大手のキャピトルからリリースされ、1964年2月にはアメリカビルボードのチャートで1位を獲得。ここからアメリカでもビートルズブームになって、それが世界的に波及していきます。1964年3月に Can't Buy Me Love をリリースし、これも大ヒット。1964年7月にサードアルバム A Hard Day's Night をリリース。同時にタイトル曲 A Hard Day's Night のシングルもリリースされています。このアルバムはビートルズ初の主演映画のサントラとして企画され、やはりタイトなスケジュールで録音されたようです。一方でこのアルバムから4トラックのレコーダーが本格的に使用され、スタジオワークにこだわり始める出発点にもなっています。曲は全曲オリジナルで、ジョン・レノンが13曲中10曲も書いています。またジョージ・ハリスンがリッケンバッカーの12弦ギターを使い始め、その特徴的な音が随所で聴けます。1曲目 A Hard Day's Night。 イントロのギターのジャーンという音からして印象的です。このイントロ、個人的には自分が子供の頃やってた突然ガバチョという、笑福亭鶴瓶さん出演のバラエティ番組の主題歌として聴いていて、
その時からなんかかっこいいなと思ってました。多分一番最初に好きになったビートルズの曲はこれですね。ジョン・レノン単独で作った曲が多いのですけど、だからなのか And I Love Her、 Can't Buy Me Love、 Things We Said Today といったポール・マッカートニーメインの曲がアクセントになっている印象です。しかしやはり And I Love Her は美しい名曲ですね。あとかっこいいなと思ったのが You Can't Do That、 12弦ギターのリフと R&B 色の強い曲調の組み合わせは斬新だったのではないでしょうか。ラストの I'll Be Back もフォーキーでちょっと切ない感じで好きな曲です。ビートルズ初期のアルバム3作品を改めて聴いてみました。どうしてもこの時代のロックはアメリカのブルース、R&B からの影響で語られがちですが、ビートルズの場合はそれにとどまらない幅広いポピュラーミュージックからの影響が最初から感じられるなと思いました。ファーストアルバムではそのあたりがまだ整理されてなく、セカンドでは逆に R&B 方向に系統しかけますが、全曲オリジナルとなったサードアルバムで自分たちの個性を確立した、そんな風に感じました。またこの時期にアメリカでは下火になっていたロックンロールがビートルズというイギリスの若者を経由し変化を起こし、それがアメリカでも受け入れられ、他のイギリスのバンドたちも売れ始める。彼らに影響を受けた若者がバンドを組み、世界のポピュラーミュージックを大きく様変わりさせていく、そういう歴史的なことを思いながら聞くと、なんか面白いもんだなとつくづく感じました。はい、今回はビートルズ再入門ということで、彼らが登場してきた頃のことを改めて調べたりして動画にしてみました。近々初期ビートルズ以上に全然聞けてない初期ローリングストーンズ再入門もやろうと思っています。それではご視聴ありがとうございました。